もう一度魔法薬を浴びせる。ね。思い切った作戦だけど、やってみましょうか。それにしても、逆転魔法薬なんてものを完成させちゃうなんて、まったく。みなみちゃん、普段は清楚な子で通ってるもんね。多分通ってるよ。魔法薬作っちゃうなんて、しきちゃんすごいね。ドワーフくんたちも褒めてたよ。裏の裏は表。その発想もなくはなかったけど。思い切ったもの勝ちか。魔法薬作っちゃうなんて、しきちゃんすごいね。ドワーフくんたちも褒めてたよ。とっても強い子連れてきちゃった。どう？みんなそろそろ私と一緒に来てくれる気になった？それともやっぱりちょっと痛いことも経験したいのかな？かなでさんもフレデリカちゃんもしきちゃんもいけない子ばっかり。お姉さん、お仕置きしちゃう？みなみちゃん、正気に戻ってよ。セックシーなみなみちゃんも嫌いじゃないけど、普段の、はい、新田みなみです。キリなみなみちゃんもフレちゃんはラビューだよ。本当ですか？私もフレデリカちゃんのこと大好きですよ。食べちゃいたいくらい。フレちゃんはショコラみたいに甘い女の子だけど、見て撫でて、あとはちょっとペロッとするぐらいでとどめてほしいかな。本当に食べちゃダメだよ。ストップ。フレちゃん、今のみなみちゃんに声掛けは無駄だと思うな。っていうか、それ以上近づくと本当にお見せできない感じになっちゃうかもよ。まったく。あなたを慕う年下の子たちが見たら泣くわよ、みなみ。ともあれ、さっきの方法で行くしかないみたいね。逆転魔法薬の準備はいい？オッケーだよ。もともと同じ対象に2度使用することは想定しないで作ってたから、調整は必要だったけど。まあ、なんとかなるんじゃないかにゃ。そこはあなたの腕を信用してるわ。天才錬金術師さ。さて、騎士さん。私とあなたで、みなみに近づく隙を作りましょう。準備はいいかしら？それで隙ができたらフレちゃんのエッフェル塔ダッシュと、あたしの疾走ダッシュで、みなみちゃんに近づいて逆転魔法薬をポンってことで。爆発するの？もう少し穏便に済ませてほしいけど。ねえ、みんなで秘密のお話？みなみも入れてほしいな。方法を襟好みしてる場合でもなさそうか。ごめんなさいね、みなみ。騎士さん、行きましょう。騎士さん、かなでちゃんも華麗。サンキューシルブプレー。今だよ、しきちゃん。せーの。冷た。やだ、ぐしょぐしょ。ってあれ、私しきちゃんにかなでさん、フレデリカちゃんも、それにそちらの方ははじめましてですよね。一体何が。すん。この爽やかでフレッシュな香り。まさに清楚なみなみちゃんそのもの。実験は無事成功だね。しきちゃん、嗅がないで。あんまり嗅がないで。くすぐったいから。どうやら、元に戻ってくれたみたいね。騎士さん、手伝ってくれてありがとう。
おかげで、そうね。一人の女の子の大事なものを、いろいろ守れたわ。大事なものいろいろ本当に何があったんですか？私、しきちゃんのお手伝いをしてたところから、なんだか記憶があやふやで。この格好は。とりあえずみなみちゃんは深く考えない方がいいんじゃないかにゃ。そうだにゃ。思い出せないことは多分思い出さない方がいいことだから、深くは考えないようにしなさいってママも言ってなかったよ。それに思い出せないなら、今を大切にすればいいんだよ。ごめんなさい。なんだか気遣っていただいているみたいなんですが、余計に気になる一方で。というか、ちょっと着替えてきてもいいですか？さすがにこの格好は露出が。そうね。みなみも救出できたことだし、今後どうするかも考えなくちゃいけないから、一旦ピラミッドの外へ出て、落ち着けるところまで戻りましょうか。みなみ、あなたに何があったかは、聞く勇気があるのなら、話してあげるわ。聞くのがかなり怖いですけど、よろしくお願いします。忘れたままでもいいと思うけど、それができない子なのよね、みなみって。ともあれ、作戦がうまくいってよかったわ。あなたも、協力ありがとう。みなみちゃんへの説明は、かなでちゃんがしてるし、あたしは、踊る準備でもしてよっかな。みなみちゃんの格好、なんか見覚えある気が。思い出せない。いっぱい走ってエネルギー切れかも。ぬむぬむ。みなみちゃん、引っ張って。くんかくんか。やっぱりアイドルのみんなは、その子らしい匂いが一番だな。この格好でみんなを誘惑？私が？顔から火が出そう。確か、しきちゃんから薬を受け取って、運んでたら魔物が襲ってきて、それで。もうお嫁に行けない。性格も格好も元通りなわけだけど。いやー、みなみちゃんすっかり落ち込んじゃってるね。無魔と化して、魔物と一緒にいけない誘惑を振りまいたり、私たちを襲ったりしてた、なんて聞かされたら、それはまあ、ね。みなみちゃん、元気出して。お嫁に行けないなら、もういっそお婿に行っちゃえばいいんだよ。狙うは一発逆転だよ。何か重要なものが逆転しちゃってるわね、それ。と、そういえば、逆転で思い出したのだけれど、シキ、そろそろ逆転魔法薬を正しく使ったら？効力は証明されたわけだし、もともと砂漠を緑化するために作ったんでしょ？それなんだけど、ご覧の通り、さっきのあれこれで瓶の中身が空っぽなんだよね。作ってた分、全部使っちゃったんだ。あら、ほんと。綺麗に空っぽね。追加で作れないの？もしかして、幸運に幸運が重なって、ようやくできた、超奇跡的魔法薬だったとか？大変！かなでちゃん、召喚魔法で幸運の女神、ナスちゃんを呼ばなきゃ。あいにく、初歩的な魔法で精一杯なの。期待に応えられなくて悪いけど。あと、ナスじゃなくて、過去よ。さすがに一度作ったものの製法は頭に入れてるから、そこは問題ないんだけどさ。ちょっと別の事情があってね。ひょっとして、マナストーンが足りないの？さすが短期助手を務めてくれたみなみちゃん。ぴ
ピンポンピンポーン。マナーストーンって、なにしきちゃん。ストーンとした、まな板か何か？魔法薬を魔法薬たらしめるエネルギー源になるものがあるんだ。詳しいとこはこっちの世界の錬金術とか魔術理論とかマグ生成とかに関わってくるから割愛するけどね。とにかく、それがマナストーン。これがなきゃ魔法薬はただの綺麗な色のお薬ってわけ。で、もちろん錬金術が盛んだったこの周辺ではマナストーンだってガッポガッポ取れてたんだけど。ああ、腹ペコさんの魔物。そう、こいつらがどんどん食い尽くしちゃって枯渇もいいとこなんだ。そっか。あの腹ペコモンスターさんたちが魔法薬を作るのに必要なマナストーンをどんどん食べ放題ツアーしてるってことか。だからしきちゃん追加で作れないんだね。そうそう。ドワーフたちも一生懸命集めて保管してたみたいなんだけど、それでも2回分の逆転魔法薬を作るので精一杯でさ。いやー、どこの世界でも研究は大変だ。あ、私、マナストーンがあるところ知ってるわ。みなみちゃん知ってるの？この辺のは全部食べられちゃったのかと思ってた。どこ？地上にある分は確かに魔物たちが食べ尽くしてしまったみたいなんだけど、ピラミッドの地下宝物庫にはとっても巨大なマナストーンがまだ残っているらしいんです。私、さっきまでどちらかというと魔物側だったから、というか、魔物たちがみんな懐いてくれたというか、だからマナストーンの話も耳に入って。はあ、クイーンみなみ様、マナストーンを献上いたします。どうぞお召し上がりください。みたいな。みなみちゃん、すごい。ピラミッドというと、私たちがさっきまでいた研究所のことかしら。へえ、みなみがあの状態になってしまったことが、まさかここで役に立つとはね。ありゃ？でも確か、ピラミッドの地下は財宝を守るすっごーく危険な罠がゴロゴロしてるって。だから、絶対立ち入らないでって、最初にドワーフたちから聞かされたような。その話は私もしきちゃんと一緒に聞いたけど、でも私、あんなことになって、みんなにもドワーフさんたちにも、騎士さんにも迷惑かけて、このまま何もしないでなんていられないんです。しきちゃん、少し待ってて。私、今からピラミッドの奥まで行って、マナストーンを取ってくるから。それがあれば、逆転魔法薬は作れるんだよね。みなみ、行きますって、はい。どうしましたか騎士さん。みなみを止めてくれてありがとう、騎士さん。まったく、いつもまっすぐなんだから。みなみ、一人で行くつもり？もう少し人に甘えるってことを覚えた方がいいんじゃないかしら。私よりも先に、あなたの方がね。かなでさん、それに騎士さんも、もしかして一緒に来てくださるんですか？フレちゃんも行く。一緒にいた方が騎士さんに守ってもらえるし。それに、ラブリーエンジェルフレデリカとして、ドワーフくんたちが困っているのは見過ごせないよね。今のフレちゃんは、エンジェルってよりダンサーだけどね。でも、あのドワーフたちからはまだ錬金術のいけないお話聞けてないし、固まって行動した方が生存率は高そうだしね。決まりね。みんなで行きましょう、みなみ。一人では行けない場所も、ユニットでなら行けるわ。みんな、ありがとう。
険な罠の待つ地下迷宮。物語も大詰めってとこ。騎士さん、頼りにしてるわよ。真面目すぎて、まっすぐすぎる時もあるけど、それも含めて、南の魅力ね。迷宮でも、みんな一緒なら多分大丈夫だよね。そして、誰もいなくならない。待っててね、マナストーン。すぐ迎えに行くからね。自分で来てくれたら、もっと早い。シキちゃんは、興味の赴くままに走るのだ。レッツゴーピラミッド迷宮。危険な匂いは好き。でも危険な罠はちょっとな。それは君が何とかするのだ。私、一人で頑張らなきゃって思っちゃって。ありがとうございます、騎士さん。シキちゃん、口にはしないけど、ちゃんと約束を守ろうとしてるんですよね。コホン。皆さんボンジュール、宮本フレデリカです。フレちゃん探検隊、今日の放送は、宝物庫へと続くピラミッド地下迷宮よりお送りしております。実況はご存知、ラブリーエンジェル、もとい、ラブリーダンサーフレデリカ。解説は、一ノ瀬四季さんでお送りしております。無数の罠が待ち受けているという地下迷宮。果たしてフレちゃん探検隊は無事マナストーンを持ち帰ることができるのでしょうか。それではリーダーの新田みなみさん、意気込みをお聞かせください。はい、そうですね。全員怪我をしないで、無事に地上へ帰還することがまずは第一です。そのためには、みんなで助け合うことが重要かと。さすがみなみさん、お手本のようなご回答ありがとうございます。さて、騎士さんを先頭に慎重に歩を進める探検隊。この暗く冷たい回廊の先に一体何が待ち受けているのでしょうか。あれれ？シキちゃん、やっぱりその足でも地面って冷たいの？足っていうか、お腹？確か、蛇の下半身になっちゃってるんだよね。ラミアって言うんだっけ？ああ、フレちゃんご明察。実は全然冷たくなんかないんだ。こんな異世界でも蛇は変温動物のままなんだね。ああ、ちなみにこれ意外と精密に動かせるんだよ。ほら、尻尾の先で、ツツーっと。やあ、くすぐったいよ、シキちゃん。どうしたの？騎士さん。ああ、もしかして、あまりの緊張感のなさに驚いてる？いいのよ。フレちゃんたちはこれで。どんな時にも自分らしさを保てるって大切なことだと思うわ。いえ、でも、騎士さんのおっしゃる通り、もう少し慎重に進んだ方がいいような気も。ねえねえ、シキちゃん、見て！ここからなんか床の色がとってもカラフルになってるよ。お花畑みたい。パリの街並みだね。ふむふむ。床に敷き詰められてるタイルがピンクと緑とオレンジの3種類に塗り分けられてるね。もはやわざわざ嗅がなくても怪しい匂いがするね。ちなみにフレちゃん、どの色がお気に入り？そうだなそうだな。フレちゃんは、グリーン！フレちゃんの目と同じ色！ありゃ、なんか出ちゃった。魔物！フレデリカちゃん、シキちゃん、危ないわ！下がって！ごめんごめん。やっぱり罠だったね。まあでも、君っていう強い護衛さんがいるから気楽でいいにゃん。次もよろしく。びっくりした。シキちゃんもフレデリカちゃんも怪我がなくてよかった。けど、もう、
あんまり危険なことしちゃダメですよ。どこにどんな罠があるかわからないんだから。ごめんね、みなみちゃん。でも、ここから一本道みたいだから、どっちにしても、このカラフルタイルの上は歩かなくちゃいけないみたい。さっきは緑色のタイルを押したら魔物が出てきたみたいだけど、ピンクとオレンジにも罠が仕掛けられているのかしら。それとも、どちらかのタイルは踏んでも何も起こらない正解のタイルとか。宝の持ち主もここを行き来する必要があるんですから、どんな罠でも突破できるようになっているはずです。ただ、正解のタイルをどうやって探せばいいか。さすがにノーヒントじゃね。どの色も同じ法則性で並べられてるみたいだから予想も立てられないし。これはもう試してみるしかないんじゃないかにゃ。幸いあと2択だし。オレンジかピンク、どっちかってことだよね。外れたら、まあ、その時はその時だよ。じゃあここは、フレちゃん探検隊のリーダー、みなみちゃん、お願いしまーす。私、リーダーだったの？わかりました。みなみ、行きます。じゃあ、ピンクの方で。おや？何も起こらない。正解だったのかな？よかった。やだ！足に何かぬるっとしたのが。天井がカパーって開いて、見て、その向こうになんかニュルっとした魔物がいるよ。ニュルニュルさんにみなみちゃんが捕まっちゃったね。これって、もしかしなくても外れだった？ぬるぬるしたのが巻きついて。ちょっと待って。ダメ。そこ引っ張らないで。見えちゃうから。ダメ。これ以上なく外れ引いちゃったみたいだね。50-50だったんだけど。みなみちゃんって結構運悪い方？そうね。とりあえず、これ以上みなみがあられもない格好になっちゃう前に、助け出して先に進みましょう。オッケー！オレンジのタイルだけを踏んで進めばいいんだよね。騎士さん！現役アイドルなフレちゃんのステップについてこられるかな？どんな場所でも、どんな世界でも、自分らしくありたいもの。もちろん、私も。あらあら。みなみって、なんていうか、そういう星のもとに生まれちゃったのかしら。ホップ、ステップ、ジャンプ、そしてターンは、しない？キスさん上手だね。みなみちゃん、せっかく着替えたのに、またセクシーになっちゃったね。あれ？元から？君、触手だけ器用に切ってたね。すっごい正確な剣術。解剖の時とか便利そう。みなみちゃんどこが見えちゃいそうだったのかは、聞かない方がいいかにゃ？ぬるぬるしたのが残ってる。騎士さんには、また助けられちゃいましたね。巻きつかれたりいじられたりで、正直まだ体がちょっと、いえ、なんでも。あんなところをみんなに見られちゃうなんて。みなみちゃん、もうお嫁にもお婿にも行けないって感じに落ち込んじゃってるね。あとは、どうしたらいいのかな？よし！娘さんを娘にください！みたいな？みなみちゃんみたいな子は育てるのに手間がかからないね。なるほど。じゃあ、5本！
みなみちゃんや、元気を出しておくれ。ばあやは、みなみちゃんの笑顔が、一番ラビューじゃよ。そこ、母親とかじゃなくておばあちゃんなのね。娘っていうか、孫娘じゃない。ほら、みなみも、そう落ち込まないで。あなたの勇敢さのおかげで、こうして先へ進めたんだから。可愛いところも堪能させてもらったけど、かっこいいところもしっかり見せてもらったわよ。ね。騎士さんも、みなみのガッツはよく見てたって。騎士さん、それに、かなでさんたちも、ありがとうございます。そうですよね。まだマナストーンにもたどり着けていないんだから、こんなところで落ち込んでいられませんよね。頑張らなくちゃ。いやー、立ち直り早いね。さすがリーダー。で、とかなんとか言ってたら、新しい罠っぽいのが見えてきたっていう。なんかまた、見た目からしてすごそうだにゃー。わお！通路が途切れちゃってる？でっかい穴が開いてるんだね。深い、深い、深い、深い。セルフ山彦だ。そんなことやらなくてもわかるくらい深いね。こりゃ落ちたら、バーンだね。足場は点々とあるみたいだけど、ジャンプして渡っていけってことかな。要求レベル高いよ。これはさすがのフレちゃんも、ちょっとハートの準備をして、せーの、飛びまーす。あら、思い切ってる。私たちはもうちょっと心の準備を。っていう時間の猶予をくれなさそうなのが、後ろから来ちゃってる。みんな、とにかく、一番近い足場に飛びましょう。ひゃーにゃー。この下半身さすがにジャンプには向いてなかったよね。騎士さんみなみちゃん、捕まえてくれてありがとう。危うくジ・エンドだったよ。しきちゃんって話しちゃダメだからね。騎士さん、一緒に引っ張り上げましょう。せーの。よいしょっと。はぁ、間一髪。って、あれ？フレちゃんたちは？しきちゃんたち！そっちは大丈夫だった？こっちは平気だよ。見て見て！かなでちゃんがすっごいの！わお！かなでちゃんのあの翼って動かせるだけじゃなくて飛べたんだ。だったら、この穴も、あとさっきのタイルのとこも、かなでちゃんに運んでもらえばよかったな。確かに。フレちゃん、ついにお空デビューしちゃったよ。ひひ。かなでちゃん、ありがとね。かなでちゃん、もうちょっと右、ぶつかっちゃいそう。うわあ、行き過ぎ。このままだとフレちゃん、壁と熱烈キッスだよ。やっぱり、かなでさん、さっきから一言も発してないし、いくら器用な人でも、翼で飛ぶのなんて初めてだろうし、意外と今、いっぱいいっぱいなんじゃないかな。慣れてもないのに、フレちゃんのピンチでとっさに体が動いちゃったってやつ？かなでちゃんって意外と可愛いとこあるよね。そうだね。ところでしきちゃん、次の足場まで飛ぶけど、準備はいい？騎士さん、そっちの肩、しっかり持ってあげてくださいね。いきますよ。1、2の、3！よいしょー。ねははは。こっちも2人がいればなんとかなりそうだね。しきちゃんは頭脳労働担当なので、ここは頼んだ。
ごめんなさい。私に用？もう一度言ってもらえる？少し体がこわばっただけよ。平気。はあ、無事に済んでよかったわ。大変そうだったけど、飛ぶの楽しかったよ。すっごく大変そうだったけど。キシさん、シキちゃんのことも助けてくれたんだね。ありがとう。もう一回、チュッ。そこって覗きたくなるよね。結局何があったのかな？もし落ちてたら。なんてねん。ねえ、かなでちゃん。具体的にどこの筋肉が疲れてるの？教えて教えて。ダメ？ケチー。シキちゃん、危ないってば。もう、どうして穴を覗き込んじゃうのかな。かなでさんは、頑張り屋さんだと思います。頑張りを人に見せないところまで含めて。あら、見て、騎士さん。ずいぶん奥まで来たから、そろそろかと思っていたんだけど、いかにもな扉が出てきたわよ。ほうほう。閉ざされた扉には石のパネルっぽいのがついてる。それと、隣には古代文字めいたのがびっしり彫られた石碑。碑文を解読して扉を開く仕掛けと見た。でもこの碑文、一体何語なのかな？とりあえず日本語じゃないね。英語でもない。あと、フランス語でもないと見た。フランス語、ほとんど読めないけど。騎士さんもこの言語は見たことがないの？それは困ったわね。シキの言う通り、扉を開くヒントがここに記されているのは間違いないと思うけど。あれ？今、何か音がしませんでしたか？あ、いつの間にか元来た道が塞がれて。それに、パラパラーって何か落っこちてきたけど。雨？地下なのに雨が降ってるのかな？雨よりも、もっと嫌なものが降ってきているみたいよ。まったく、古い冒険映画に出てきそうなくらい、古風な罠ね。みんな、上を見て！上？大変！天井が降りてきてる！このままだとぺちゃんこになっちゃうよ！フレちゃん探検隊がマッシュデリカーズになっちゃう。重い！おまけに魔物まで！どうしたら！騎士さん、魔物退治ありがとう。でも、天井が重くて、ちょっとそろそろフレちゃんの腕とか肩とかがミシミシいっちゃってるかな？みんな大丈夫？諦めないで踏ん張りましょう。とにかく少しでも考える時間を稼ぐの。みなみちゃんはさすが鍛えてるよね。かなでちゃん？さっきから声がしないけど大丈夫？生きてる？最初がこっち、2番目がこれで、あとは順番にほいほいほいっと。当たっちゃった？ロジックじゃなくてインスピレーションだったけど、やってみるもんだね。シキちゃん、さっきの碑文、解読できたの？暗号解読は専門外だけどね。法則性を見つけて情報をつなげていくくらいならできたかも。でも決め手は勘。なんとなく正解っぽい匂いのするとこ押してみた。わお！よくわかんないけど、シキちゃんがすごいことしたのはわかった。シキちゃん、偉い偉い！
花の都生まれのフレちゃんが花丸をあげよう。さすがの嗅覚、と言うべきかしらね。助かったわ、シキ。かなでちゃん、復活！別に、倒れてなかったわよ。それより、無事に扉も開いたことだし、先に進みましょう。仕掛けも大掛かりになってきたし、きっと、宝物庫も近いんじゃない？そうですね。かなでさん、よかったら体、支えましょうか。平気よ。ふらついているように見えるんだとしたら、多分、翼のせいね。これ、意外と体のバランスが保ちにくいのね。フェザーフォルクも楽じゃないの。そうそれならいいんですけど。よーし！じゃあ話もまとまったところで、フレちゃん探検隊再出発！行こう、かなでちゃん。ええ。ねえ、フレちゃん。あなた、どうして私の手を引いているのかしら。いい質問だね。それはね、フレちゃんがかなでちゃんとつなぎたいから。まったく。好きにしなさい。ありがとね。